皆様、こんにちは。当館 MOA 美術館館長の内田でございます。第5回世界文化フォーラムの公開収録にお集まりいただきましてありがとうございます。第5回のフォーラムにつきましては、ご承知の通り、新しいですね、世界に向かう日本の文化を発信するということでございます。今のですね、今日の世界を見渡しますと、世界の情勢はですね、混沌として帰趨を知らずというような状況でございます。しかしながら、21世紀の時代は、自然や社会環境を育む命の論理、あるいは生命の安全が保障される協調の時代へとパラダイムシフトすることが重要かと考えております。このフォーラムでは、現代社会の第一線でご活躍しております国内外のさまざまなゲストをお招きして日本文化を通して自然と人間社会その調和を重んじる人間観自然観を世界に発信してまいりたいと考えております。第5回のテーマは和食と器の文化でございます。和食日本食は今や世界的な人気がございます。NHK の調査によりますと、現在世界における日本食のレストランは19万店に及ぶそうです。この10年間で3倍に拡大しております。しかもですね、その9割が外国人の経営だということでございます。第5回は素晴らしい3名のゲストをお迎えしております。本日は日本料理界のレジェンドと呼ばれております村田義弘先生、人間国宝の今泉今右衛門先生、熊本県のですねキャラクターくまモンの生みの親といえばよくご存知かと存じます、小山薫堂先生の3名の方にお越しいただきました。はじめに私の方から本日のゲストをご紹介させていただきます。村田先生は京都の新手料亭菊の井の3代目のご主人でいらっしゃいます。立命館大学を卒業して名古屋の料亭で修行をされてから菊の井ロアン赤坂菊の井寿司青など開業を進められています。また NHK の今日の料理その他多数の番組にご出演されておりますので皆様よくご覧になられているかと存じます。先生のお考えでは料亭は大人の遊園地と、こういう哲学のもとにおいしいのは当たり前で庭建築器掛け軸おもてなしのすべてを含めた総合芸術としての体験を重視されていらっしゃいます。和食の裾野を広げることが文化を守ることになる、こういう信念のもとに後進や海外のためにレシピを公開されて日本料理を広く世界に紹介されております。2013年ユネスコ無形文化遺産和食の登録に大変ご尽力をされました。現在は NPO 法人日本料理アカデミー名誉理事長を務められております。もう一人のゲストは今泉今右衛門先生でございます。今泉先生は江戸時代に佐賀鍋島藩の御用赤江市のうちにお生まれになりまして将軍家や諸大名の献上品のみを扱う窯元にお生まれになりました。長年にわたる日本伝統工芸展でも活躍されまして現在は日本工芸会副理事長を務められていらっしゃいます。2014年重要無形文化財色絵磁器の保持者すなわち人間国宝に認定されました。14代今右衛門先生は伝統を守るだけではなく新しい技法を生み出すことに尽力をされまして代表的な墨はじきプラチナ彩薄墨こうした技法を現代の新しい美として切り開いた方でいらっしゃいます。3人目の先生は小山薫堂先生
小山先生は放送作家、脚本家、さまざまなところで活躍をされておりまして、現在は京都芸術大学副学長を務められております。料理の鉄人といえば皆様ご存知かと存じますが、こうしたテレビ番組の企画や脚本を手掛けられまして、映画「送り人」で第81回アメリカアカデミー賞外国語映画賞を受賞されております。近年では「湯道」という映画もお作りになられたので、皆様ご覧になられた方も多くいらっしゃるかと存じます。また昨年の大阪・関西万博では食のパビリオンアースマートをプロデュースされていらっしゃいます。また NHK ドラマ「坂の上の雲」のサラ・ブライトマンが歌いました主題歌の作詞者でもございます。本日もですね FM 横浜のフューチャースケープのパーソナリティをお務めになられておりまして、その収録を終えまして会場に駆けつけてくださいました。今日はこの3名の方々から食、そして器、このお話を伺いたいと存じます。それでは先生方ご登壇よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日はお越しいただきましてありがとうございます。昨日の夜室瀬さんにスーツで行った方がいいでしょうかと尋ねたら、大丈夫ですよジャケットでと言われたんで、ちょっとカジュアルで来ましたらちょっと雰囲気が僕だけ違ってまして大変失礼しました。すべては室瀬和美さんの策略だと。今日は僭越ながら、私がファシリテーターを務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい。何ですかその村津さんの僕を叱るような、実は以前村津さんには料理の鉄人へのご出演を何度もお願いしてたんですけど、完全に否定されまして。あんなものは料理の世界ではありえんみたいなバサッと切られまして、でも最近はちょっと仲良くしていただいているというそういう関係でございます。今右衛門先生とは先日初めて一度ご挨拶をさせていただきました。そうですね、村津さん今、京都でそして東京でミシュランの料亭、そして最近ではお寿司屋さんお肉屋さんを始められました。お寿司屋さんが青、2階のお肉屋さんが雲州という、これは前後に由来してるんですよね、名前は。はい、雲収まりて山岳青しという前後がございまして、盆さんが開眼した時の気持ちらしいですけど、僕は開眼してませんけど、はい、はい、そういうのをお作りになられまして、僕が今日本で最もおすすめする料理屋さんです。これ何がすごいかというとですね、魯山人が飾ってありまして、よく飾ってあるのありますけど、それを好きに選んで使えるという、もう村津さんの趣味の世界で作られたという、そういう料理屋さんでございます。こういう重鎮でいらっしゃる村津さんに実は私14年ほど前に京都のある料亭を引き継いだ時に、京料理というものを突き詰めなければいけないと思いまして、それでいろんな方に京料理とは何でしょうとお尋ねしたことがありました。でも皆さん言うことが違ってました。京都で作れば京料理なんですという方もいらっしゃれば、京都の食材を使わなきゃいかんという人もいたんですけど、村津さんがスパッと一言でおっしゃいました。寸法やと、京料理とは寸法やとおっしゃいました。その意味をちょっと改めて教えていただいてよろしいですか。昔から言われているように有職さんの、お公家さんの料理ですねと、それから盆さんの精進料理、それとその庶民のおばんざいの料理、
なんかが相まって京料理が発展したというんですけども、ほんまはねやっぱり御所の影響が非常に強くて、それから公家は毎日暇ですわな。で昼2時間夜3時間ご飯食べはるんです。でそこに雇われてる僕らの先輩方はそら運動しやらへんからお腹減ってまへんわな。でお腹減ってへん人に昼2時間夜3時間ご飯食べられるというのは非常につらいんですね。それからどうしたらこれ自分の首がつながるんやろうかっていう話ですね。そうするとねやっぱり油は貴重品ですから御所でもなかなかそう油は使えない。大さじ1杯の油灯芯に火を灯せば一晩明るいんでそれを一瞬で食べることはできない。で仏教国ですから獣類の肉を食べることができない。そうするとどうやって料理作るんやという話ですわね。で昔の古文書を読んでますといろんなもんから出し引いてます。それから最終的に御所に献上された昆布とそれからその四国の土佐から運ばれたカツオでそれ庶民の間ではそんなもん湯の中に放り込んで出し引くってたことは到底できひんなんですけども、まあまあ御所を眺め持って過ごしている京都の町衆はそれを徐々に真似していったんですね。で同じもんをいっぱい食べるというのはもう公家からしてみるともう至難の業ですね。それから一口で口に入ってるもんがええんです。っていうことは少量多品種っていうことですね。それから今、解析全部食べましても、65品目平均でね、フランス料理25品目です。日本料理65品目、カロリーは、ご飯を半分ぐらい食べて1000キロカロリーなんです。それから日本料理食べてると痩せますよ。先に財布が痩せますけどだからその寸法ものすごく重要で、僕らはフォークもナイフもないんで、箸でつまめて口に運べるというのはで甲虫体積における食品の割合って大体決まってまして、それから1コってこうあるじゃないですか、杯。あれ何 cc かいうと大さじ1杯なんですね。ということは 15cc なんです。15cc 以上のもんが入ってたら上向かうと飲めへんです。それから 30cc 入ってたらぐい飲みになるんです。それからそのタイみたいにちょっとプリプリして硬いもんはそれから 12g に切ると。12g に切って5貫やったら 60g ですよね。でお茶事の時はそれを鯛を5貫つけるというのはもうおのずと大玉1個を乗せて四角であろうが三角であろうがバランスが取れる器を向こう漬けの器ということですね。それから全て、お椀から、お椀は、女3寸8分男4寸って決まってるんですよ。で煮物椀が4寸2分もうすべからく器から何から何まで、ルール通りに決まってまして箸の長さまで決まってるんでもうそれからよそ行ったら行さんの刺身がもう山のようにこう出てきてすごいなって言うてもあんまり食べられへんでしょ。あれはあんな行さん生もんは食べられへんのです。でもその器のサイズはものすごく決まってても、はい、意外と日本料理のレシピは大雑把じゃないですか。塩少々とか。そうですね、そういう日本料理をどうやって世界遺産にしたんですか。もう日本料理のレシピでね、薄字をしてさっと湯がくって書いてあるんですよ。で薄字をしてさっと湯がくっていうのを直訳して外国の人にこれレシピやって言うたら
何にも分からへんって言うんですよ。それからCIA ってアメリカの、その国立の料理学校へ、日本の先生方いっぱい来るけど何も教えてくれないって言うんですよ。で何も教えてくれないでみんなちゃんと教えてはるんですよ。せやけどみんな薄字をしてさっと湯がく。だからそれではあかんわなということで、その薄塩っていうのがどれぐらいやと、それから濃い塩っていうのはどれぐらいやと、さっと湯がくっていうのはどういうことなんやっていうのをちゃんと説明したような本がないと、でそれをちゃんと書かんことに分からへんなっていうので、外国の人にも読める、料理書を作らないかんということで日本料理大全っていうのを作ってます。全6巻で第5巻目まで、それから無料で英語と日本語で配信してますんで、京都府立大学からしてます。なんで農水からせえへんやっていう話ですけど、時間かかってしょうがないんです。で僕らのラボの先生が京大の伏木徹先生という先生なんで、京大からしようかって言うたら、京大もやめとけと、めちゃくちゃ時間かかるぞと。一番早いのどこやって言ったら府立大学。知事と僕と学長が喋ったらそれでできるわけですから、見てください、すごいちゃんとしてますよ。勘と経験を数値にするということをずっとやってきました。はい、はい、ありがとうございます。本当に村津さんの講演会になりそうなんですけどそうですね、はい、はい、今器の寸法の話もありましたけど、今右衛門さんやっぱり器にとって寸法というのは当然当たり前のことではありますけれども、これはもういつ頃からこういう寸法が決まってきたんですか？そうですね、有田の方自身は、実際400年ほど前から焼き物を作ってますが、昔からやっぱり5寸とか3寸とか7寸とか、その寸法の中で作ってるというのは実際ありますよね。で実際有田で作ってるものの寸法でもう一つあるのがご飯茶碗の寸法のご飯茶碗の径を男性用は3寸8分で女性用サブ6、3寸6分で、結局38とサブ6の違いで6ミリぐらいの違いがあるんですが、でそれは男性がいっぱい食べて女性が少量だとかそんなことじゃなくて手の大きさなんですよ。手の大きさの違いで、器の大きさが違ってると。でそれで、38とサブ6を作り分ける。で最近は、女性の人が男性並みに食べたいんですよ、大きさを一緒にしてくださいっていう注文はあることはあるんですが、基本的にあれは手の大きさからくる寸法、そういうふうなところが焼き物の世界の中にありますね。その使う上での見た感じのお料理でのからくる寸法と手に持った時の寸法と両方の考え方があるんじゃないかなと思いますね。はい、こういう食べ手使い手のことを思いやってそういうサイズになったってことですよね。そうですよね。こういう器の考え方をしている国って他にもあるんですかね？そうですね、基本的に器を持つっていう考え方が他の国どのくらいあるかっていう問題だとは思うんですが、日本伝統工芸展、我々ずっと作品を出品しておりますが、その先輩の鈴木倉先生という多治見の先生がいらっしゃいまして、その先生のところに昔お伺いして、この日本伝統工芸展の工芸の一番大切なところはどこなんですかっていう質問をしたんですね。でその時に鈴木先生が言われたのが、それはね、暮らしの中で使うっていうか、暮らしとともにっていう日本伝統工芸展の趣旨の中に暮らしとともにって言葉があるんですが、その言葉の大切さがあるんだよって言われたんです。で使うっていうことについて、使うっていうことになるとどうしても
制約がかかると、使いにくいと良くないとか、その寸法的にこれは大きすぎるとか小さすぎるとかあって制約がかかると。ただその制約が作品の深さに変わっていかなきゃいけないんだよっていう話をされて、この制約はすごく大変なことじゃなくて、それを受け入れることによって作品がそれによって深くなっていかなきゃいけないんだよっていう言葉をいただきまして、やはりこの日本の文化のこの暮らしとともにっていうふうなところの大切さはあるんじゃないかなと思いますね。はい、その制約という意味では、村田さん、日本料理の世界で八寸というお料理がありますけれども、あれそもそもは茶会席から始まっているのかなと思うんですが、今もう日本料理で全く違う解釈になっていると思うんですが、あれ八寸はどういう経緯で八寸というものが生まれたと感じ？お茶事の中に山のものと海のものを、2つ盛り合わせて、店主が杯を持って、茶席に入っていけるという場面があるんですけど、その壁八寸ってこう杉を塀だ板の婚礼の時にようなんかこう、結納とかにもっとある四角いお膳みたいなもんですね。あれが壁八寸で、あれに、それからあれはもう生地なんで一回物盛るともう跡がつくんで一期一会ですよね。それからその酒を酌み交わすのはもうこれがもう、一期一会であるよというような感じで亭主と一取り杯をやるわけですけども、それが八寸なんで、それが今ではもう前菜とか、中八寸、中に出てくるのは中八寸とか言うて、アペタイザーになりましたね。はい、今右衛門さんはその作陶される時に、これにこれを持ってほしいなっていう思いで作品を作られることもあるんですか？はい、これを持ってほしいなっていうよりも、使われることも考えながら、これをっていうことではなくて案外作っていきますね。でそれに対して今度お料理を盛られる方がそこにこう勝負していくっていうような形の考え方を持っていただきたいというような感じで自分自身は作っていってますね。はい、となると村田さんは村田さんとの今右衛門さんの VS じゃないんですけど、これを持ってみろっていうのがあるのか、こんなふうに器に盛らされることってあるんですか？器によって思っていたものと違う盛り付けをしたりするってことあるんですか？もうそれはこれに盛れって言われると、これどうしようかいなっていうのもありますよ。そういうのはありますか？はい。それから器だけであんまりこう100点になってるともう盛る余地がないっていうんですか。はい。それから、ちょっとまだ未完成のとこで料理を盛るとそれで、一つのものとして完成するぐらいがちょうど僕らは盛りやすいですよね。でも料理というのはやはり器と作品、料理があって一つの完成形、あとはそのしつらえもありますし、いろんなものはあると思いますけど、その中で器というのはどういう、ポジションというかどういう価値があるんですか？裸で3人風呂入ってても、みんなどの人が何が分からしまいわな。はい、それから器、それから服、着物着せてちゃんとしてると大体その人格までが推し量れますよね。それから料理の品格とかその料理のクオリティが計り知ることができるっていうのはやっぱり器に盛った時ですよね。今右衛門さん、今のお話に伺ってどうですか？そうですね。それとこう作っていくとき、自分の気持ちだけで作る場合もありますけれども、依頼を受けて作るっていうこともやっぱり多くあるんですよね。
で実際有田のこの400年の流れを見ると、江戸時代のものって何か作り手がこういうものを作ろうというよりも、ほとんど依頼主の好みによってこう作ると。ですからその依頼主のがどういうふうな形を使うかとか、そういうふうなことも聞きながら一生懸命職人が技として作っていくという流れがあるんですよね。ですからそれは自分の仕事をしながらでもやはりいろんな依頼をこう受けて作っていくことによってまた新しいものが生まれてくるし、こちらが思わないものがそこで生まれてくるということもありますので、その両方の関わりなんじゃないかなと思ってますね。吉野家の器も有田ですか、あれ。どこですかね。違いましたっけ？かもしれない。有田も本当に100軒窯があると100通りみんな少しずつ違うんですよ。一つの方向性にみんなが行ってる町じゃなくて、それは現代でもそうなんですが、300年前でもどの時代でもですね、窯によって作るものが違う、窯差があるっていう町なんですよね。でその多様性があるからどこかが悪くなってもどこかが出てきてって言って400年残ってきたような町なんですけれども、世の中のいろんな好みに対して作ってますので、もしかすると吉野家のあれも有田で作られてるかもしれないですね。はい、じゃあその有田の定義はこれだっていうのはないんですか？そうなんです。有田の400年というのが、2016年にあったんですが、その時に有田を一言で表すとって言われて、一言で表せないっていうのが有田なんですよね。で定義がないんですよね。でその時に定義をずっといろいろ皆さんこう考えた時があったんですが、実際有田の石が発見されたので有田という町ができたんですが、現在はもうほぼ天草の石を使ってますし、一つ一つを考えていくと有田の定義ってないんですよね。ただ常に時代に向き合って作っていく、それによって窯が100軒あると100通りの方向性を作ってるっていう、それが有田なんじゃないかなと思ってますね。はい、そういう意味では京料理もちょっと似てますか、村瀬さん。さっき村瀬さんは寸法やと定義されましたけど、寸法関係なく京料理を名乗っているお店もいっぱいありますが、京料理の店いっぱいありますけども、みんなそれぞれに特徴がありますんで、全然違うんです。だから今日はどこへ行く気分かなっていう感じでお客様選ばれるんで、全部茶室みたいな店もあれば、なんかこう豪華絢爛でこう武家屋敷みたいなとこもありますし、その、料理の成り行きもそれぞれ別々ですから、それからみんな仲がいいんですね。結構京料理は皆さんで勉強会とかされてますよね。そうですね。みんな一子相伝やったりしますけどね、その一子相伝って言われてるもんをみんなが分かるように一子相伝にせえ言うて、送電の層が違うんですね。はいはい、なるほど。有田もそういうのあるんですか？有田も、先ほど言いますようにみんな違うんですよね。ですからみんな考えて方向性が違うので、みんな集まってみんなバラバラな意見のことを言ってるっていうような町なんですよ。ですから絶対まとまらない町で、まとまると危ないんじゃないかなと思ってますね。そうなんですよ。まとまらない方がいろんな多様な価値観を発信し続けられるということですか？そうだと思いますね。でもそういう中で今井門さんは確か史上最年少でいわゆる人間国宝に、陶芸の分野でもそうですね。その時はおいくつだったんですか？51歳。51歳、そうですね。それでじゃあでも有田の町を引っ張っていくにはそれによって結構影響
いやいや、そんな有田の町なんか引っ張っていけるような町じゃないんで、自分は、自分の仕事自身もですね、やはり先人がずっと積み重ねた上でできる仕事であるんで、その、認定をいただくことで少しでも有田に恩返しができればいいかなっていうぐらいな感じで、みんなそれぞれ違いますので、引っ張ってはいけない町だと思ってますね。はい。それはちょっと村津さんと対極にあるところで、京料理を引っ張ってらっしゃいますもんね、村津さん。全然引っ張るつもりはないんですけど僕は最長老みたいになってしまいまして、まだ上にあるんですけど、もう死にかけてはりますからそれからみんな大体、なんか年長者でそれなりにその若い人らの面倒を見て業界を引っ張っていくというのが当たり前みたいな京料理会なんですよ。それからもう今、次の京料理会を引っ張っていく人間ももう分かってるわけですね。でその人らはそのやらはみんな固まって勉強会やしたり、親父やらの勉強会とは違う若手の勉強会やってますよね。でも一切親父やらは口出さないと。そうやないとね進化していかないですよ。その伝統の中で進化をさせていくっていうのは非常に相反するもんで、よく伝統と革新、伝統は革新の連続だみたいなことを言う方もいらっしゃいますけど、お二人はその伝統というものと進化というものはどんなふうに解釈していらっしゃいますか？いやもうそれから僕らやったらね、明治時代の大根と今の大根は全く違うもんなんですよ。で、素材がみんな変わってる。で昔のちょっと前まではそんなフォアグラなんか食べたことないでトリュフなんか知らんっていうような時から、今もフォアグラはちょっとカロリー多すぎるからやめるわっていうような時代に入って、何でももうイタリア料理もフランス料理も一番おいしいようなのが、日本にあってっていう時代に入って、でそれらと一緒に並べ称されるような日本料理を作っていかなあかんという話ですよね。そうすると今の人の味覚に合う伝承料理と違いますからね、料理の伝統は、その気持ちの持ち方にあんやというふうに僕らは思ってるんで、それからどんどん新しい料理、それから日本料理で肉の料理を出すなんていうことはありえなかったんですけども、昔は、今はもう、なんか僕らより上の先輩方はおいしいもんいろいろいただいても最後はやっぱり白いご飯で漬物でお茶漬けが食べたいなみたいな人らだったんですけど、今の若い人らはやっぱりちょっとでもいいから肉は食べたいなっていうような人らなんですよ。それから今問題やなと思ってるのはカトラリーがないんです。フォークとナイフがないんで、今は牛肉で済んでますけど、そのうち鳩食べたり羊食べたりするようになるやろうなと。その時にまずそれ切って出すんかという話ですよね。それからカトラリーを先生作ってくださいじゃあ村津さんは日本料理の中で鳩を食べてもいいし、もういろんなもの食べてもいい。もう何でもそう美味しければいいんで、それから何が正しいっていうのは美味しいのが正しいんやと思ってるんですよ。実は私料理の若手料理人のコンテスト、レッドアンダー35という、日本で一番大きなコンテストのプロデューサーをやってるんですが、村津さんは以前審査委員長もやっていただいて、で2年前か3年前の挑戦者の最後の5人に残った若者の一人が、彼はスロベニアに行っていろんな勉強をしてきて和食屋を開いたんですけど、お椀で鹿のお椀を作ったんですよ。でそれはフレンチのシェフ、イタリアンのシェフとかみんな審査員は素晴らしいって絶賛したんですけど、日本料理をやっているシェフの方だけ、審査員の先生だけがこれは認めないと。こんなもんを日本料理って言われたら
俺はかなわんって言ったんですけど、そういうどう思います？もうその料理人がえあかんねそれ審査委員長やめてもらった方がええそれが僕らはフランス料理の人はフランス料理のフィルターを持ってて、僕らは日本料理は日本料理のフィルターを持ってて、そのフィルターを通れば何でも日本料理になるんですよ。それから、まあこれちょっと変えて皿変えたら、フランス料理になるなというような料理もたくさんあるんで、それから、その国境があること自体、フランスに行ってもフレンチレストランって書いてあるレストランはないですから、イタリア行ってもイタリアンレストランって書いてませんから、みんなレストランって書いて、でどう思ってんやって言ったら俺の料理を作ってると。それから料理人っていうのは自分の料理を作ればいいんで、それが、ちゃんとした基礎がちゃんと日本料理でできてると、何をやっても日本料理になるやろうし、そう見えてこんことには修行が足らんっていうことやなっていうふうには思いますね。でも今本当に僕感じるのは、優れたフランス料理とかイタリア料理がどんどん日本料理みたいになってて、で面白い日本料理がどんどんフランス料理に近づいてきて、同じところにこう寄ってる感じがするんですけど、そういう感覚ありますか？もうこそ頃パリ行って食べてもこれやったら日本料理食べるわという感じのもんがありますけどね。それからそれって絶対こう、まあ振り子みたいなもんで、行き過ぎたらまた元に戻ると思ってるんで、それからその国の食べ物っていうのはその国の文化をまともに背負ってんとその国の食べ物になりませんから、ただ単なる無国籍料理になったんでは仕方がないんで。はい、ありがとうございます。今右衛門さんは本当若い時からすごい挑戦的なことをされたり、そのプラチナをお使いになったりされてきましたけれども、伝統と革新というのはどのようにお考えですか？はい、伝統と革新ってある意味一緒のことなんだろうなと思いつつも、伝統ということについて父は伝統は相続できないっていう言葉をよく言ってたんですね。伝統は受け継げないっていうふうなことだったと思うんです。でその代の人間が一生懸命その仕事に取り掛かっていきながら、少なくとも技術は受け継いでいくんですよね。で技術を受け継いでいきながら、その代の人間が一生懸命その時代に取り組んでいきながら、仕事をしながら自分で見つけていく、自分で気がついて、こんなことだったんだな、こんなことだったんだなっていうのを一つ一つ気がついて、作り上げて自分で積み上げていくものだっていう、そういうふうな意識だったと思うんですよね。で、父がもう一つ言ってたのが、最初グレーの焼き物を全面に吹きかける仕事をした時にちょっと暗すぎるかなと思った時があったと。でその時に展覧会に来た人から「いやちょっと暗すぎるかなって心配なんですよ」って父が言った時に、ある方が昭和の初めの頃と比べると現代のいろんなところの明るさが26倍明るくなってると。だから昭和の初めの頃見えてた世界と現代見えてる世界は違うんですよって言われて、グレーの微妙な色合いを追求することができたと言っておりましたんで、少なくとも時代っていうのはもう日々一刻移り変わってきてますので、そこに応えていくとおのずと変わっていくんじゃないかなと思ってるんですよね。ですからその時代を生きながら、その時代でものづくりをしていると、その時代のものになっていくし、そのものがまた時代を作っていくしっていう、そういうふうな関係ですから、これは革新するというよりも、その時代に向けて作っていくとおのずとやはり変わっていくものなんじゃないかな。その変わらないっていうことではなくて、日本伝統工芸展の趣旨の中に、伝統は生きて流れているもので永遠に変わらない本質を持ちながら一瞬もとどまることがないのが本来の姿でありますと明記してあるんですが、この永遠に変わらない本質を持ちながらっていうところが多分一番難しいところだと思うんですが、やはりその時代に挑み続けながら
こうおのずと変えようとして変わってるんじゃなくて変わっていくものなんじゃないかなと私は思ってますね。はい、つまり革新とは時代に適応することってことですね。そうですね。時代に向き合って作っていくとおのずと変わっていくっていうことなんじゃないかなと思いますね。はい、今お二人のお話を伺ってて思い出したのは「北の国から」を書かれた倉本聰さん、脚本家、今もう90超えられましたけど、倉本さんと祇園にかつて行った時に倉本さんがやっぱり芸舞妓の白塗りは和ろうそくで見るから一番美しいんだって言って全部電気消させて和ろうそくの職人わざわざ呼んでその中で立てて舞を踊りを拝見したらやっぱりびっくりするぐらい美しかったんですけど、村瀬さん、京都で料理のやっぱり明かりも変わってるわけじゃないですか。前とその色味っていうのは何かこう合わせて変わったりしてるんですか？まあろうそくしかない時代のもんと、それは今みたいに高校と、それからね年配者が多いとこは明るいんですよ。危ないからですか？いやもうね見えへんのですよね。それから暗い言わはんですよ。年配の方ばっかりの時はね。で外国の方なんかこの頃見えないでしょ。もっと暮らせって言わはんですよ。それからね料理屋はね電気の調整がいるようになりましたね。それから明るすぎるとなんかもう眩しいんですって。それからろうそく持ってきてろうそくで食べたいって言わはる外国の方多いですよね結構。でもう80アップになると暗いんやろね。それからその使う器も、まあ煮物は4寸2分って決まってたわけですけど、ろうそくの光で、それを見ると大きいお椀が出てきて蒔絵が描いてあってそれが光でこう光るわけですよね。これがメインディッシュやなというようなしつらいになってるんですよ。で一文字ってこう軸の下と上に金蘭がありますでしょ。あそこにこう燭台があって照らされてるとあれがすごい効いてくるんですね。それから、その伝統はそのまま受け継いでるんですけども光自体は明るくなってますよね。だからどれぐらいが適切かって料理を食べるのにどれぐらい適切かっていうのは僕ら目の黒い人間と目が青い人とはちょっと違うみたいですね。はい。だから外国の方はもっと暗くてもものがちゃんと見えるみたいですね。僕らなかなか難しいですけどね。今老眼とそれやられるともうレストランやら行ったらメニュー読めへんもんですね。はい、今までちょっと全くあえて触れてきませんでしたけど、ここでやっぱり触れなければいけないのは季節感だと思うんですけど、料理も器も非常に季節感というものがもう作品の軸にあると思うんですけれども、今右衛門さんは今まで作ってこられた作品の中に季節感というのはどういう思いを込めて描かれるんですか、いつも。そうですね、やはりそこはやはり使っていただく方のところで、この季節のこの文様っていうふうなところの意識はやっぱありますね。ですからそれは、昔のものをずっと見てますとやはりその季節のものをそのお皿の中にしっかり盛り込んでそれを使っていただく方に、いかに楽しんでいただけるか、これはもう季節のないものの文様っていうのは日本のものに案外少ないんじゃないかなと。しかし鍋島の器ってもともと中国の漢洋のものを手本としたようなところがありますので、案外唐花の文様とかですね、季節のない文様も案外昔からあるんですよね。ただそういうふうなものもうまく取り入れながら多分昔使われてきたんじゃないかなとは思いますね。はい、今日
スライドをご準備いただいているので、ちょっと作品のことについてお話をしていただいてもよろしいですか。はい、はい、このお皿はですね、江戸時代のものなんですけれども、糸巻きっていうものをこの文様に使うっていう発想自身すごくすごいと思うんですよね。で実際は本当に先ほど村さんからちょっとお言葉いただきましたが、使うことまでをどう想定したかはちょっとわからないところがあるんです。で鍋島の焼き物っていうのは基本的に当時の幕府への献上品として作られてますので、精巧な技術のもとに斬新なデザインで品格の高いものを目指して作ったと言われてるんですが、これだけの感覚のものは当時一職人がしたとは思えないところがあって、優秀なデザイナーがいたんだと思うんです。ただ優秀なデザイナーがいると作れるかというとそうじゃなくて、やはりこういうふうなものを作らせようとするお殿様の美意識の高さがあったからですから、その依頼主によってやっぱり作るものがこう変わっていくという一つの表れとして、古いこの江戸時代のものっていうのは実際これに何を盛ろうとしたのか、季節感をどういうふうに考えたのかっていうのはちょっと分かりづらいところもあるんですが、実際季節感というものは当時も考えられていろんなものが作られてますね。はい、やっぱり優れたクライアントがいた時に、優れたクライアントがお金を持っている人がセンスがいいと文化が花開くっていう感じですかね。だと思いますね。輸出のものの豪華絢爛なものができてた時代に、全く一緒の時代に全く異なる美意識のものが作られてるんですよ。これはやはり鍋島藩のお殿様の美意識の高さだと思いますし、その後有田の焼き物がずっと変化していくのは作り手の考え方が変わるんじゃなくて、やはりクライアントの考え方が変わることによって作るものが変わっていくということなんですよね。はい、村さん、料理の世界でもそういうことってあるんですか。その割烹であるとかお寿司とか、その対面のところはよくお客さんの好みで変えていくとかありますけれども、菊問の重機備品は全部あつらいます。そうやないと寸法がね、なかなかほんであつらえて先生作ってもらう方といろいろお話しせんと思ってるものと違うものができてくるんですね。それから大体もうお頼みする時にどういう料理をどういう器にどうやって盛りたいかっていうことまで大体出来上がってるんですけども、それをそれからうちらやったら全部合わすと200、本店で100、後の2軒で50ぐらいはいりますんで、200ぐらいあると清水の先生方も付き合ってくれるんですよ。10作れ言われたら嫌でしょうからですね。はい、これ器はじゃあ器の良し悪しというか、器は料理屋が発注することで磨かれていったりするけれども、料理そのものをそこのお客様が変えていくってことってあるんですか。それは料理人は自分のために料理作ったらダメなんですよ。で食べ手側のために料理を作るんで、自分の料理が食べられへんやったら帰ってくれみたいなのは料理人ではないと。それから、85のおばあちゃんが来たのと、6、7歳の子供が来たんで一緒に来はって同じもの出すのかっていう話ですよね。それはその人のために考えてそれを作ることが料理というのは利用計り定めると書きますから、利用を計り定めるっていうのはその食べ手側の利用を計り定めるとダメですよね。でそうやないと料理になりませんよ。それから自分の作品やって言わはりますけど、料理は作品ではないんで、その人のためにその人が一番おいしいやろうと思うもんを5歳の子供やったら卵焼きを焼いてあげるとかね、そういうことを考えないと
自分のために料理作ったら料理人ではないですよね。でもその美味しさのために自然を味方につけるってことなんですかね。そうですね。だから日本料理は四季があって季節感があって言わはりますけども、いやフランスでもね季節感はあるんですよ。四季の巡ってくる国で頭の程度がそう変わらへんのに日本人だけが四季をめでるってそれからそんなことなくて、フランスでもアスパラが出てきたらアスパラが出てきて嬉しいって言いますし、10月頃になってレタスがなくなるとレタスがなくなるから寂しいって言いますし、秋になると鹿が焼いてあって、すぐりのジャムがついてて、栗のピューレがついてて、でジロールというキノコがついててって、ほな彼らはまるで秋の森を歩いているようだって言いますよ。それから日本人から見るといつでも同じように肉焼いたってドロッとしたソースがかかってて野菜がちょっと添えたるだけでいつでも季節感が脳と同じやなってこう言うわけですよ。だけど彼らにしてみたらそれを見て秋の森を歩いているようだと思うわけでしょ。だから日本人とその文化をまともに背負ってますから季節の感じ方はそれぞれの国によってそれぞれ違うんですよね。だから日本だけが四季を感じて四季を自分の食べ物の中に料理をの中に四季の情感を移し込んでるっていうようなことはなくて、四季の巡ってくる国はみんなそうですよねと僕は思ってます。でもその料理の手法の違いでいうと日本はどちらかというとよく引き算であるとか、はい、出汁をこう引くと、はいはい、で向こう足すソース足すとかって、その辺はやっぱり自然観による違いなんですか。そうですね。それから文化遺産登録した時も物の持ち味を大切にしてやるっていうのが出てくるんですけど、僕物の持ち味を大切にしてない料理っていうのは食べたことないですって会議の時も言ってたんですけどね。そのマルセイユ行ってピチピチ跳ねた魚見てると日本人はあれ刺身にしてわさびと醤油持ってきたらよかったなとこう言うわけですよ。そやけど晩になったらそれがブイヤベース500年間マルセイユ名物です。ブイヤベース出てくるわけですよ。魚こんなクタクタに炊いたらあかんがなって日本人言うんですよ。そやけど魚があったこそ500年間、名物のブイヤベースができたわけで、それも持ち味を大切にした結果ですよね。生で食べたり塩焼きをするだけが物の持ち味を最高に生かした料理ではないということは、もうやっぱり日本人の料理人はもっと考えなダメやなと思いますね。以前村田さんが和菓子のお話をされてましたけど、はいはい、和菓子は自分は全部練り切りみたいんじゃなくてもっとうまくできるんだって言ったら和菓子の方に怒られたっていう。なんで豆のジャムをばっかりやにゃと、いろんなもんでジャム作っていろいろこう作ったらもっといろいろな変化ができて面白いの違いますかとこういう話をしたらえらい怒られて、和菓子の重鎮にしたんですね。そう和菓子の重鎮に怒られて、自分だったらもっとうまい和菓子作れるっていう。でね、それは中にイチゴ入ってる方が今やったらええのちゃうのとかこう思うじゃないですか。そんなことしたらあかんやと。でなんでですかって言ったら、あれはお茶をおいしく食べるためのお菓子なんやと。それからそのお茶にそのお菓子にいろんなことを喋らせたらあかんと。でただ見た目が今やったら青い梅が出てきてこの季節やなということだけを感じて、味は程よい甘さで何にも香りがない、いつも一緒っていうのがええねやと。そうするとお茶がメインになってくんやと。お菓子がメインになってあかんねやと。まあよう分かったなと思ってね。なるほど。でも本当それが日本人の一つの僕は力のような気もするんですけど、受け取る側が自分の中でどれだけそうですね。だから想像を膨らませるかとか。一番のごちそうは何かって言ったら頭の中に浮かんでくる景色でしょうね。
それからどうですか茶席4畳半の茶席に入って軸を見て道具の取り合わせを見て、亭主の考え方がそれで伝わるわけですよ。今ここは、その満開の桜の林の中にいんねんなと思うように思われたらそれでいいわけで、そこでお茶を一服いただくということを、自分が思えば、それが4畳半の中に宇宙があるという話ですよね。それから、日本の文化いうのは言わずも分かれという話で、夏目一つでも満開の桜が描いた夏目よりも真っ黒で一輪の花弁が描いてある方が春を感じることもあるということですよね。それってなかなか分かりにくいと思いますね。なるほど。今右衛門さんは言ってみればその窯というのは火は自然のものですよね。はい、それをそうですね、焼き上げる時っていうのはどういう自然とやっぱり向き合っているような気分で火にくべるっていうかセッティングするんですか？薪の窯でいまだに焼いてるんですよね、はい、そうすると当然季節によっても温度の上がり方違うし、窯の中の雰囲気も違うし、中に入れるものの大きさによっても変わってくる。ですから毎回こう違うんですが、それを人間の力で一生懸命きちっとある程度安定したような状態で焼こうとはするんですが、自然の炎ってですね、絶対人間の手が下せないところがあるんですよ、この薪の窯で焼いてると。で最終的に人間が一生懸命技術とかいろんな経験でしながらも自然の力のところをもう受け入れなきゃいけない。何かもうこれは人間のわがままができない仕事であるということを一番実感するのがその薪をくべる窯のところなんですよ。でこれは焼き物だけじゃなくて日本の伝統工芸の漆にしても染色にしても金工にしても、どのジャンルでもですね自然のものなんですよね、素材が。で自然のものを扱って仕事をしていると人間のわがままができないですから、自然と自分の中間になんか中心があるような、なんか全てが自分に中心がないっていう考え方を一番実感するのはこの自然のものを扱っている状態で、あとその人が使うっていうことも自分に中心があるわけじゃなくて人と自分の中間に中心があるような感じですよね。ですから作り手のわがままが通用しないっていうかできないっていうか、その考え方はすごく大切なところじゃないかなと思いますね。そもそも自然というものを、今現代人は都会に対する対義語で自然みたいな、あとはたくさん木があるところ森を自然とか表現しますけど、明治ぐらいですよね、確かそういうふうに日本人がそうでしょうね。ネイチャーという言葉が入ってきた時に、ネイチャーを翻訳しようと思ったら日本には日本人はそれまで自然で自然の中の一部が自分だと思っていたので、ネイチャーという言葉がないのでどうしようって言って自然という言葉をそこに当てて、今日本人はみんな自然と、都会と自然とかいう言い方をするようになったという話を聞いたことがありますけど、本来は自然の一部なわけですよね。そうですよね。自然の一部であるし、日本の中に八百万の神というのはもうとにかく全てのものに神様が宿るっていうような考え方ありますよね。でそれを受け入れるっていう考え方が根本だと思うんですが、そういうふうなこの国の何て言いますか地形的なものを先ほどありました四季があるとかそういうふうなところで、これは生まれてくるものなんじゃないかなと。ただヨーロッパはヨーロッパの四季があるし四季がそんなにない国もあるしその四季がそんなにない国の文化が良くないかというとそうじゃなくて、それぞれの国の文化がある。それはそういうような自然観が微妙に違ってくることで
作り出す考え方が違うんじゃないか。でこれはですね、自分が襲名した時にある方から、少なくとも西洋の方から見ると日本も中国も韓国も一つの地域だと思われてるから、その文化の違いをちゃんと言葉で説明できなきゃいけないよって言われたんです。でいろいろな方に聞いてると、まず言われたのが、焼き物で真ん中が空っていうのは当たり前に日本ではあるけれども、中国では真ん中から帰ってくるんですよって言われて、それも多分その国のいろんな地形的な地続きの国とか、日本は島国であるとか、いろんなことの違いがその作り出す文化の違いになってくるんじゃないかなと思ってますね。はい、僕は地形と今おっしゃいましたけど、一番は火山かなと思うんですよね。その地球の表面積の確か日本の国土面積って 0.25% で、この 0.25% の中に地球のすべての活火山の 7.1% が集中しているらしいんですよね。それで 18.5% の地震がここで全部起こっていて、なので日本人は常にどんなに一生懸命頑張って何かを作っても全てが無になってしまって、それでそこに儚さという感情が芽生えるようになり、その儚さを正当化するために儚いというものが美しいと感じられるようになったという話をされている地質学者の人がいらっしゃいましたけど、何かそれが結局謙虚さであるとか、他者を思う気持ちとか、そういうものにつながっていったのかなと思いました。でそれがまた料理におけるおもてなしっていうのも、結局おもてなしっていうのは他者を思うおもんばかる心みたいなものなのかなと思うんですが、それがやっぱり日本人の一つの独特の自然観から得た、学びみたいなものなのかなと思ったんですけど、村瀬さん違いますよね、きっとその顔は。いや、僕にそれをいきなり振られても、いや思ってもいないことをなすことがおもてなしなんです。今日一番のうなずきが出ました。いや、それから結局もうマクドナルド買いに行って「いらっしゃいませ」って言ってあれはもうレシピもう決まってるの、あれはおもてなしにならないんです。それからなんか自分が思ってもいいひんことを何かやってもらった時に人間は感動したり喜んだりするわけで、それがおもてなしの本質なんですね。それからそれは個人差が非常にあるんで、どうですか、西洋の文化みたいにメートルみたいに教育を受けてっていうことではなかなかできへん部分っていうのが日本のサービスにはあるんですねと思います。はい、ありがとうございます。お時間あれですよね、そろそろもうちょっと過ぎてしまっていますので、こういう自分の責任を外にボールを投げるわけではないんですが、最後にお二人から皆様にメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。堂々先生から。はい、本当に日本の工芸とか何かっていうのは日本の文化を一つ大きく表している一つの要素なのかなといつも思いながら仕事してるんですね。でそれで技術っていうものの大切さもあるし、技術がずっとつながっていく、それでその時代の中に挑んでいく、でまた自然っていうものを自分の中にいろいろ感じながらしていく。で工芸の作品って常々思ってるのが技術とか自然観とか、それを自分なりにどう解釈して、解釈の表れが一つの工芸の作品じゃないかなと思うんですよね。ですから仕事をしながらその解釈というのを少しずつ積み上げていくものであるし、独特のこの国の文化で、また世界は世界の独特の文化がそれぞれあるし、それぞれの違いというものを
こう感じながらまた、日本のこの文化というものも世界の中にすごく大切な地位を占めるんじゃないかなといつも思っておりますので、そういうふうに伝わっていけば嬉しいなと思っております。はい、ありがとうございます。では村津さんお願いします。はい。料理屋ってなんかこう敷居が高いように思いますけど、要は飯屋ですからね。そんな大層なことはないんです。で、それなりのもんが器もそうですけども、それなりのもんが置いてあります。うちは先々代が若冲が好きやったもんで、若冲が15本ぐらいあります。で若冲がかかってて、魯山人の牡蠣が置いてあって、板谷波山の香炉が置いてあってっていうような、光琳の硯箱が置いてあってっていうようなとこで、あるべきもんがあるべきとこにあるというとこで食事をいただく。でうちは全部、中村外次さんって、大徳寺の中村藩ってこう迎賓館を作らはった、大工さんですけど、お茶室を作らはる人ですけど、そういう人が作らはったとこで、それで、ちゃんとした器でちゃんとした料理をいただくということが、非常に、一つのカルチャーになるかなというふうに思います。そやからこんな話聞いてんと、聞くのに来た方がよろしいで聞くのに来た方がなんぼか勉強になると思いますというオチで終わりたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。じゃあ最後に僕ちょっとだけ大阪・関西万博で私、食をテーマに命を考えるパビリオンアースマートというのを作ったんですけども、これは最初から何をするか目的がありまして、一つはいただきますごちそうさまという言葉を世界中の人に伝え、そしてその価値を改めて日本の方に分かっていただく。そのきっかけがやはり命をいただくということの、人間の責任。だいたい世の中この地球上に生まれてくる生物の多くは他の命を紡いでいくために自分が食べられるとか、そういうふうにして命を捧げて他の命が流らいでいくんですけど、人間だけが食べられることなく他の命をいただいて自分の自らの命を紡ぐと。これを改めて考えた時に、やはりその感謝と、それから他者のことも思う心、おもんばかる心というのが改めて大切だなというふうに僕は思いました。で、食を通して他者を思う力を磨いていけば、日々感謝を重ね、それが人の優しさにつながるのではないかなと。で、これこそが今世界に最も必要な力なのではないかなと思い、こういうパビリオンを作りました。今日食と器の話を通し、日本人の自然観であるとか、その思いみたいなものを少しお感じになっていただけたかと思いますけれども、ぜひそれを他者を思う力、それこそが日本の一つの価値なんだということを感じていただけたら嬉しいです。